こんにちは。今日はですね、ある方が挑戦したこれかなりユニークな体験について深掘りしていきたいと思います。はい。京葉線の全線開業35周年記念の駅タグスタンプラリー。これをなんと東京駅から蘇我駅までほぼ全区間約60キロですか。これを歩いて制覇したという方がいるそうなんです。その記録を元にした YouTube 動画のトランスクリプトが今回の資料ですね。そうなんです。東京駅から新プラース駅までの前半と新プラース駅からゴールの蘇我駅までの後半、2部構成になっています。いやー、しかし60キロ歩くってこれは相当ですよね。で、この壮大なウォーキング体験を通してそもそも駅タグって何なのかとか、あとこの挑戦の面白さみたいなところを探っていきましょうか。そうですね。デジタルスタンプラリーと、かなりの長距離ウォーキングの組み合わせですからね。これは体力的な挑戦という面もそうですけど、なんかこうテクノロジーを使った新しい楽しみ方としても非常に興味深いと思います。情報収集に熱心なあなたにとってもきっと面白い発見があるんじゃないでしょうか。では早速スタート地点の東京駅から見ていきましょう。はい。最初の目的地スクエアゼロっていう場所、これが、すぐには見つからなかったみたいでちょっと迷ったそうなんですが、無事地下で見つけて駅タグをゲットしたと。なるほど。デザインは東京駅のキャラクタードームくんだそうです。かわいいですね。ここでちょっと駅タグについて補足しておきましょうか。お願いします。これはですね、スマートフォンを使って駅とか、いろんな場所に設置されている NFC タグとか QR コード、これを読み取ってデジタルスタンプを集めるっていうシステムなんですね。で、ただのスタンプじゃなくて、その駅の特色とか周辺の名所とかがモチーフになった結構凝ったデザインが多いのが特徴なんですよ。なるほど。集めるのが楽しくなりそうですね。そうなんです。しかもこれ記念イベントだから、集めたスタンプの数に応じて特別な記念スタンプももらえるんですよね。そうなんですね。この挑戦者の方も最初の1個目で早速 E233 系の車両デザインの記念スタンプをゲットしてますね。スタート直後からなんかこう達成感がありますね。うまくできてますよね。で、東京駅では駅本体の駅タグ、これは銀の鈴と駅舎がモチーフだそうですが、これもちゃんとゲットして次の八丁堀駅へ向かっています。八丁堀、ここは地下駅なので地上を歩いてるとうっかり通り過ぎちゃう可能性があるなんて動画で言ってましたね。なるほど。歩くからこその注意点って感じですかね。そうそう。八丁堀駅の駅タグは大観所の十手と駒がモチーフ。なんか渋いですね。ここで3個達成の記念スタンプもゲットしています。あとこの辺りは川が多いから橋の位置をちゃんと考えないと遠回りになるなんていうコメントもあって。ただ歩くだけじゃなくてルート戦略みたいなのも大事なんですね。そういうことですね。計画性が試されると。なるほど。で、次の越中島駅、ここは近くの海洋大学にある明治丸がモチーフだそうです。そこを経て塩見駅へ。塩見駅、ここはですね、今回のラリーで初めて駅タグが設置された駅の一つだそうですよ。新しいスタンプ、それは嬉しいですね。デザインも塩っていう字を船とか碇とか月で表現してて、なかなか凝ってます。面白い。そして夢の島大橋を渡って新木場駅へ。ここでは6個達成の記念スタンプもゲット。順調ですね。ここで面白いのが駅だけじゃなくてなんか周辺の商業施設でも駅タグが取れるっていう点ですよね。ショッピングモール、夫婦でも駅タグゲットしてますね。建物のモチーフだそうです。なるほど。商業施設との連携があるとラリーの楽しみも広がりますよね。本当にそうですね。で、葛西臨海公園駅では観覧車と水素園、壁際のコナンのポスターの脇にあったなんていう発見のエピソードもなんかスタンプラリーらしい楽しさがありますね。そういうのありますよね。そして舞原駅、舞原、やっぱり外せないですよね。駅舎と京葉線がモチーフのデザイン。設置場所が駅員さんのいるブース脇のガラスっていうのもちょっと面白いですね。場所もいろいろなんですね。探す楽しみもあると。そうそう。そしていよいよ第1部の終盤、新浦安駅に到着です。ここでは駅の駅タグと隣接するアトレ新浦安の駅タグ合わせて2つゲット。やっぱり駅と商業施設の連携ありますね。ここでも生きてますね。で、ここで終わりかなと思いきやちょっと戻る形で舞原ユーラシアっていう温養施設に行ったそうなんです。
おー、寄り道ですね。なんと日付限定のスタンプがあったそうで。へえ、限定。施設のキャラクターと京葉線がモチーフのデザインで、ここで9個達成の記念スタンプもゲットしたそうです。限定って言われるとね。いや、つい行きたくなっちゃいますよね。ですよね。で、この第1部だけで歩いた距離が約25キロ。時間は5時間。かなりのもんですね。ただこの挑戦者の方が動画の最後に言ってたのが印象的で、辛くなったら電車に乗って帰れるので、まあ自分の体調に合わせて実施できるのがいいって。ああ、なるほど。無理なく楽しめる範囲でっていうのは大事なポイントですね。そう思います。さてここからが第2部です。はい。新浦安駅からゴールの蘇我駅を目指します。距離は約 34.9 キロ。こっちも長いですね。こちらも長丁場ですね。そしてここで一つ重要な情報が出てくるんですよね。お、何でしょう。実はこの第1部の挑戦の後、別のウォーキングイベントでちょっと熱中症になってしまった経験があったそうなんです。そうだったんですか。だから今回は無理は危ないということで、安全策をとってちゃんと2日に分けたっていうことらしいんですよ。なるほど。楽しむためにもやっぱり自分の体調管理ってすごく大事ですよね。本当にそう思います。いやー、それは大事な判断ですね。安全第一ですね。では第2部スタートです。新浦安駅のスタンプはもう取ってますけど、次の井川塩浜駅へ。はい。ここも今回初めて駅タグが設置された駅だそうです。また新規設置駅ですね。モチーフは塩の文字。シンプルですね。早朝で誰もいなかったなんてハの字も。ルート上では高速道路が複雑に交差する高ヶ谷ジャンクションの下を歩く場面もあったみたいですね。普段は電車とか車でさーっと通り過ぎるだけですけど、下から歩いて見上げるってなかなかできない体験ですよね。壮観な眺めが見られる歩道があるそうです。面白いですね。次の二俣新町駅も新規設置駅。はい。モチーフが又の字の一部を線路で表現したデザイン。これもユニークですね。ここで12個目の記念スタンプを獲得。順調ですね。そしてここで面白いのがルートなんですけど、京葉線の駅を巡ってるのにちょっと離れた武蔵野線の西島原市に向かうっていう。そうなんですよ。この35周年の記念ラリー、京葉線だけじゃなくて乗り換え駅である西島原市駅も対象に含まれてたんですね。なるほど、範囲が広いんですね。西船橋駅の駅タグはなんか以前は場所が分かりにくかったそうなんですけど、今回は目印のシールがあってすぐ見つけられたって言ってました。改善されてるんですね。それは良いことですね。で、モチーフも面白いんですよ。駅舎に加えて地域の特産品小松菜と海苔、それにキャラクターの西ふにゃ、なんか地域色豊かでいいですね。本当ですね。さらに駅内のペリエ西船橋でもスタンプをゲット。寄り道もやっぱり楽しそうですね。そして再び京葉線に戻って南船橋駅、ここは近くのアリーナを意識してかバスケットボールとアイススケートがモチーフだそうです。なるほど。ここで15個達成の記念スタンプ。だんだんゴールが見えてきましたね。本当ですね。その後も信州習志野駅、これは谷津干潟のバラ園がモチーフ、それから比較的新しい駅の幕張豊佐駅、駅舎と保線施設がモチーフだそうです。順調に進んで、そして海浜幕張駅の周辺はまさにスタンプラッシュ。そうなんですよ。まず駅ビルのペリエ海浜幕張、次に駅本体の駅タグ、これは周辺のビル群と花火がモチーフですね。花火いいですね。さらに少し歩いてペリエ海浜幕張パークサイド1と、ここで立て続けに3つゲットしています。すごい。ここで18個達成の記念スタンプも獲得。効率よく集められるエリアもあるということですね。なるほどな。そしてケミ川浜駅、これは海から見える富士山とか鳥がモチーフ。綺麗そうですね。ここで21個達成。稲目海岸駅へ向かう途中でもペリエ稲目海岸でまたゲット。本当に商業施設との連携が多いですね。多いですね。で、その稲目海岸駅の駅タグなんですけど、設置方法がちょっと変わってたみたいで。どういうことですか？壁に貼ってあるんじゃなくて、なんか立てかけてあったそうなんですよ。だから見つけるのに少し時間がかかったとか。そういうパターンもあるんですね。モチーフは高架線と、あと民間航空発祥の地のモニュメント。
ここで24個達成です。なるほど。そして千葉港駅。ここの駅タグはデザインが新しくなっていたそうですね。あ、そうなんですか。港の字と千葉ポートタワーを組み合わせたデザインに変わってたと。スタンプが更新されることもあるんですね。飽きさせない工夫なのかもしれないですね。そしてついにゴールの蘇我駅に到着。いやー、ついに。時刻表の脇に貼られていたという駅タグ、サッカーボールと電車がモチーフですね。ああ、なるほど。これをゲットして全駅クリア。そして全箇所達成の記念スタンプも獲得です。うわー、おめでとうございますって感じですね。約60キロ、本当に長い道のりでしたね。お疲れ様でしたと言いたくなります。いやー、これは本当にすごい達成感でしょうね。全線開業35周年記念の駅タグラリーをまさか歩いて制覇するなんて。改めて振り返ってみると、この挑戦の面白さって単に長い距離を歩いたっていうそれだけじゃないですよね。まず途中で話に出ましたけど、熱中症の経験から2日に分けたっていう判断、楽しみとその安全のバランスを考えることの重要性みたいなものが伝わってきます。確かにそれは大きいですね。そしてやっぱりこの駅タグっていうデジタルツールと歩くっていうすごくフィジカルな行為の組み合わせ、これあなたはどう感じましたか？そうですね。いつもなら電車でほんと一瞬で通り過ぎる駅とか街並みを自分の足でたどることでなんか全く違う発見があったんじゃないかなと思うんですけど。まさにそうだと思います。各駅の駅タグのデザインってやっぱりその駅とか地域の特色を反映してるじゃないですか。はい。だからスタンプを集める過程で自然とその地域への理解が深まるんですよね。それに加えてやっぱりこの長距離を歩き切ったっていう達成感、これはもう何物にも代え難いものがあるでしょうね。あと鉄道会社がこういうイベントを企画するっていうのも、普段僕らが何気なく利用してる路線とか駅、沿線の街に改めて目を向けるすごく良いきっかけになりますよね。本当にそう思います。そして今回のラリーがよく考えられてるなって感じたのは、潮見駅とか市川塩浜駅みたいにこれまで駅タグがなかった駅にも今回新規で設置されてたっていう点ですね。なるほど。参加者にとっては新しい発見になりますもんね。そうなんです。それに駅だけじゃなくてペリエみたいな商業施設との連携もすごく多かったですよね。多かったですね。あと集めた数に応じて記念スタンプがもらえるっていうマイルストーン設定、あれもなんかモチベーション維持につながりそうです。つながりますね。この挑戦者の方、一度取得した路線でもスタンプラリーっていう形でまた新しいイベントが開催されると、なんだか楽しくなって取得したくなってしまうとも語ってました。イベントっていうそのきっかけが再訪とか再発見の動機になるっていうすごく良い例ですよね。いやー、面白いですね。今回は京葉線全線開業35周年記念駅タグウォーキングというかなりユニークな挑戦の記録を深掘りしてきました。はい。約60キロを通過して駅や関連施設の駅タグを集めて記念スタンプも手に入れた。なんか体力と好奇心、そして計画性も求められるまさに探求の旅という感じでしたね。デジタルとフィジカル、計画と発見、達成感と自己管理、なんかいろいろな要素が詰まった挑戦でしたね。本当に。最後にですね、あなたにも問いかけてみたいと思います。はい。この挑戦者の方のように一度経験したこととか、よく知ってるはずの場所とか物事をもう一度新鮮な気持ちで楽しむためにはどんな仕掛けが有効だと思いますか？仕掛けですか？今回のようなスタンプラリーっていう新しいルールを設定することなのか、それとも何か自分なりの目標設定なのか、あるいは単にいつもと違う視点を持つことなんでしょうか。日常の中に隠れた再発見のヒントがもしかしたら今回の話の中にもあったかもしれませんね。